第1位は陸の孤島を防ぐこと、つまり鉄道直結でない海上とシャトルバス輸送の壁です。こんにちは、〇〇のエキスポラボです。このチャンネルでは2027年横浜花博を中心に情報発信しているわ。最新情報は主に X やノートで発信しているよ。フォローもお願いします。今回のテーマは横浜花博2027で起きそうなことトップ10です。華やかな花の祭典を楽しむために過去37年の博覧会で見えた現場課題から読み解いていきます。注目するのは混雑、予約トラブル、暑さ、交通、そして周辺地域への影響ですね。そうです。それでは起きそうなことトップ10、早速見ていきましょう。横浜花博2027を成功させる鍵は、華やかな展示そのものより来場者がストレスなく動ける設計にあります。いきなり現実的ですね。お花が綺麗なら大体なんとかなるんじゃないですか。そこが落とし穴です。大型イベントでは感動の前に待ち時間、混雑、暑さ、予約のつまずきが来ると体験全体の印象が下がります。なるほど。近いです。大阪花博、愛知九博の事例、大阪関西の事例から起きそうな課題を順位から整理しています。今回の学問はなぜ起きそうなことを順位化して学ぶのかです。事故予言ランキングみたいでちょっと怖いです。予言ではなく建設的なシミュレーションです。過去の博覧会で起きた混雑や運営課題を横浜花博2027の条件に当てはめて考える。つまり過去問を解く感じですね。そうです。要点は3つ。歴史的教訓、現場条件への置き換え、形成カウントダウン式に重要課題を見える化すること。重要度の高いところから見ると対策の優先順位も決めやすいですね。そうです。ではいきますよ。第10位は花泥棒花抜きによる展示の破壊です。花泥棒ってそんな牧歌的な名前なのに被害はかなり深刻そうですね。過去の大阪花博では閉幕日に来場者が花を持ち帰る流れが広がり、展示が荒らされたことがありました。最後だからいいよねという空気がみんなでやると大きな破壊になるんですね。そうです。影響は展示そのものだけではありません。横浜で起きれば美しい緑と花の祭典という印象が損なわれ、モラル面の批判にもつながります。対策は警備を増やすだけですか？それだけでは弱いです。明確なルール周知、閉幕時の動線管理、持ち帰り可能な企画を別に用意するなど、心理の出口を設計する必要があります。禁止だけじゃなくちゃんと持ち帰れる思い出を作るわけですね。実は2025年大阪・関西万博でも大屋根リングの上に植えていた花々をもらえる企画がありました。サルビアの花をもらったよ。冬を越して今でも家で咲いてるよ。いいわね。こういう小さい思い出って大切よね。第9位はアナログへの逆戻り、つまり予約システムの完全崩壊です。これは怖い。スマホで予約しようとしたらずっとエラー画面。想像するだけで胃がキュッとします。愛・地球博のさつきとメイの家でアクセス集中が起きた事例や、大阪・関西万博でも閉幕時期に来場日時予約やバス予約が集中したことがあります。横浜でも同様の可能性があるわね。予約が便利なはずなのに予約するための行列ができるやつですね。そうです。さらに対策が不十分な予約システムだと転売ヤーが絡むと正規利用者が取りにくくなる可能性もあります。解決策はサーバーを強くするだけですか？それも必要ですが、事前負荷テスト、抽選方式、時間帯分散、本人確認、転売対策まで一体で考えるべきです。デジタル化ってボタンを作ることじゃなくて、混雑時にも倒れない道を作ることなんですね。第8位は安全と環境ルール、そして来場者の便利さの衝突です。例えば食べ物の持ち込みはダメ、ペットボトルも制限、でも暑くて水が必要みたいなことですか？まさにそれを愛・地球博では行いました。食中毒や衛生管理を優先した結果、弁当の持ち込みが制限され、家族連れやアレルギーを持つ人に負担が出る事態となり、約1週間で一部解禁される事態となりました。ルールは大事だけど、困る人が出ると不満も増えますね。だから重要なのは環境配慮とユーザーファーストのバランスです。給水サービス、明確な持ち込み基準、アレルギー対応、事前申請の仕組みが必要です。ダメですだけだと冷たいけど、こうすれば安心ですなら納得しやすい。その通り、ルールは壁ではなく安心のための策であるべきです。第7位は周辺住民の生活環境への負荷と対話や合意形成です。会場に来る人だけじゃなく、近くに住む人にも影響があるんですね。はい、大型イベントでは路上乗降、違法駐車、深夜の騒音、生活道路の混雑が起こりやすいです。普段の買い物や通学・通勤に影響が出たら住民の人は辛いですね。
過去の大阪罠博でも地域への影響があったのは事実よ。そこで横浜では TDM、 つまり交通需要マネジメントや地域との早期対話が重要だとしています。 TDM って交通をただ増やすんじゃなくて需要そのものを調整する考え方ですね。そうです。来場時間の分散、迂回案内、企業や学校との連携、生活道路を守る設計が必要です。来場者の笑顔と住民の静かな日常、どっちも守るのが本当の成功ですね。公式が紹介するルート以外で会場へ行くと、こういう地域住民に影響が出るわ。行く側もモラルを持たないとね。そうね。第6位は高齢者、障害者、子連れへのユニバーサル対応のギャップです。通路が広ければ大丈夫という話ではなさそうですね。そうです。会場の広さ、屋外環境、長距離移動が来場者への物理的負担が懸念されています。車椅子、ベビーカー、暑さに弱い人、長く歩けない人、いろんな人がいますもんね。過去事例として大阪・関西万博で車椅子やベビーカー利用に関する課題があったわ。横浜花博では移動支援、休憩所、案内表示、予約動線を最初から組み込む必要があります。後から出すバリアフリーじゃなくて最初から全員を想定するデザインですね。その通りです。第5位は会期終盤の駆け込み来場と交通のボトルネックです。終わる前に行かなきゃって一気に人が集まるやつですね。開幕直後は様子見でも閉幕前になると需要が爆発的に集中する可能性が大いにあります。夏休みの宿題と同じですね。最後に全部来る。その例えは正確です。過去の大阪花博や愛・地球博、大阪・関西万博、すべて例外なく閉幕時期に人が倍増しているよね。来場者が集中すると駅、道路、バス、入場ゲート、トイレ、飲食まで連鎖的に詰まります。解決策は交通インフラを増やすことですか？それだけでは足りません。日時指定予約、早期来場のインセンティブ、終盤の混雑予報、入場時間の平準化が必要です。人気を増やすだけじゃなく人気の波を鳴らすんですね。第4位は天の熱狂から面の回遊へ、局所的な人気集中の解消です。人気パビリオンだけに人が集まって他が空いている状態ですね。そうです。愛知の人気施設で約8時間待ちが記録されたことや、大阪・関西万博でイタリア間では約8時間の待ち時間があったわ。みんなが一点に吸い寄せられると会場全体がもったいないですね。横浜罠博では人気展示だけに頼らず、園路、休憩、飲食、小規模展示、体験企画を面的に配置することが大切です。人を分散させるというより、歩いていたら自然に楽しいものが見つかる設計ですね。まさにそれです。ただ人気の施設に集中するのは避けられない部分もあるから、本当にここは運営の腕の見せ所よ。運営には頑張ってほしいです。第3位は万博の教訓としてデジタル予約の摩擦をなくす最短動線です。万博ってアカウント停止とかロックが多発するという意味合いですか？大阪・関西万博では複雑な事前登録、過度なボット対策、認証の失敗、来場日時予約で長時間アクセス、アカウント停止などで予約前に疲れてしまう状態があったわ。行く前から迷路に入るのは辛いです。横浜花博でも来場日時予約はあるから、どう集中を避けるか、シンプルな設計にできるか、ここがポイントとなりそうね。予約画面で詰まるとその時点でもう嫌になっちゃいますもんね。ボット対策も重要だよね。はい、ボット対策は必要ですが、人間まで弾いてはいけません。安全性と使いやすさの両立がポイントです。デジタルの理想はすごい機能より迷わないことなんですね。第2位は真夏のアスファルトの記憶、酷暑環境と日陰という必須インフラです。お花のイベントなのに主役が日陰になるんですか？夏の屋外イベントでは日陰は装飾ではなく安全設備です。過去の博覧会でも多くの方が熱中症搬送されたわ。2027年も猛暑対策が重要課題になると整理されています。綺麗な会場でも暑すぎたら楽しむ前にぐったりしますね。さらに横浜花博では会場周辺の樹木や日陰の減少も論点になります。渡航ルート全体に屋根、日よけ、緑、ミスト、給水拠点が検討されています。日陰ってベンチの横にちょっとあるものじゃなくて会場を歩くための命綱なんですね。その通りです。特に子ども、高齢者、車椅子利用者には休める場所と涼める動線が体験の質を大きく左右します。第1位は陸の孤島を防ぐこと、つまり鉄道直結でない会場とシャトルバス輸送の壁です。ついに1位ですね。やっぱり交通ですか。はい、瀬谷、三月京、東海市場、南町田グランベリーパークなどからバス輸送が想定されています。
駅が会場に直結していないと最後の移動が大きな山になるんですね。そうです。グリーンエキスポ2027の会場で日最大10万人規模を想定するなら、バスの本数だけでなく乗り場、待機列、優先レーン、案内が一体で必要になります。バスを増やしても道路で詰まったら意味がないですもんね。まさにそこです。 TDM、 つまり交通需要マネジメントで来場時間を分散し、生活道路への流入を防ぐことが成功の分岐点になります。会場に着くまでがもう体験の一部なんですね。閉幕後に始まる本当の成功、つまり都市の資産、レガシーの設計がテーマです。イベントって終わった瞬間がゴールじゃないんですね。むしろ終わった後に何が残るかが重要です。1990年の大阪、2005年の愛知、2025年の大阪・関西、そして2027年の横浜という流れでレガシーの考え方が整理されています。建物を残すだけじゃなくて未来の暮らし方を残す感じですか。そうです。横浜那覇区2027では夢洲での未来都市の実験を受け、持続可能な都市像をどう具体化するかが問われます。会場が終わった後も市民の暮らしや都市計画に効いてくるわけですね。まさに花が咲いた後に種を残す設計です。一時のにぎわいではなく、次の社会への設計図を残すことが大切です。最後は幸せを作る明日の風景へ、優しく記憶に残る緑の祭典を共にというまとめです。ここまで見ると花博って花を見るイベントというより都市の運営力を試すイベントにも見えてきました。その理解で合っています。要点は3つです。1つ目、過去の失敗は最高の教科書になる。2つ目、快適性は理念を支える現実的な土台になる。3つ目、成功は閉幕後のレガシーまで含めて判断される。つまり混雑、暑さ、交通、予約、周辺住民への配慮、全部が優しい花博につながるんですね。はい。そして行動アクションとして、来場者は公式情報を早めに確認し、混雑しにくい日時を選び、暑さ対策と移動計画をセットで考えることが大切です。運営側は初日から完璧を目指すだけじゃなく、現場の声を見て素早く改善し続けることですね。その通りです。誠実なアジャイル運営です。トラブルを隠さず数日単位で改善し、来場者と地域の信頼を積み上げる。横浜花博2027が綺麗だったねだけじゃなく、行きやすかったね、優しかったねと記憶されるといいですね。それこそがグリーンエキスポ2027に期待される未来の風景です。本日の詳細はノートの記事にまとめてるわ。高評価、チャンネル登録、ハイプもよろしくお願いします。ノート、X や Instagram もフォローよろしく。みんなご一緒に地球と先に行こう。横浜グリーンエキスポ、盛り上げていきましょう。またねー。